こんにちは、高尾です。今回はこれ、長谷川24分の1日産スカイライン 2000GTR の制作動画です。おかげさまでマクラーレンセナの動画ご好評いただいておりましてありがとうございます。しかしあれはキットそのものの出来に大いに助けられた部分があるかなと思っていて、もっとトラディショナルなというかカーモデルらしいカーモデルも作ってみたいなと思ったので、このキットをチョイスしました。このキット2022年の新型のキットなので、トラディショナルというのはちょっと違うような気もしますが、ボックス状のボディパーツとシャシーパーツを組み込む感じだとか、その辺はザ・カーモデルという感じで、今の僕にはちょうどいいだろうということでのチョイスになります。この車がどういった車かとかはちょっと車に詳しいわけではないのでわからなかったんですが、絶妙な曲線だとか曲面を生かしたようなボディがえらいかっこいいなと感じたっていうのも選んだ理由の一つです。制作で特に取り上げたポイントは塗装による質感の表現です。そのあたりの解説を多めに盛り込んだ動画にしてありますので、何か参考になる部分もあるかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。さて、説明書にのっとって写真周りから組み立てましょう。まずはマフラーのパーツ。これはどうしてもだるいので真鍮パイプで置き換えました。逆にそれ以外は造形だったりパーツのはめ合いだったり全然問題なく、基本工作と塗装だけでバッチリかっこよく組むことができたので、キットのポテンシャルの高さを感じましたね。そんな両キットに対してできるディティールアップという点で、今回のメインテーマ、塗装による質感表現というのは便利かなと思っています。キットの造形を生かして余計な手を入れずに情報量を増やせるっていうのは、まさにこういう時に便利な技法ですよね。さて、写真周り、内装関係で使った塗装表現は粗いサフによる凹凸の表現と金属調の塗装です。凹凸表現は読んで字のごとく塗装で凹凸を見せるテクニックです。プラモの凹凸表現というと、ラッカーパテをポンポン乗せる鋳造表現と呼ばれたりする方法が有名ですが、あれだとちょっとやりすぎかなっていう風に見える場合に塗装による凹凸表現を使うのがいいかなと個人的には思っています。方法は簡単で、ご覧いただいているように缶スプレーの500番サフをわざとダマになるように少しずつビチャビチャっと塗装してあげて、デコボコの表面を作ります。この上から目的の色を塗ってあげればこんな感じになって、平滑な部分とテクスチャの差が出せるという寸法です。今回だと内装のシートが実写ではシボのある革とない革を使い分けているようなので、シボ側が使われている座面の部分と背面の部分に凹凸表現を使って革のシボの感じを表現しています。それとトランスミッションのケースのパーツ、これは実写だとおそらく鋳造で作られたパーツだと思うので、これも凹凸表現を加えて型の凹凸感を表現してみました。これはまさにラッカーパテを用いた鋳造表現ではやりすぎ感があったので、サフを使った凹凸表現にしてみたんですが、これがうまくいったところかなと思います。またこれも実際の鋳造部品、イ肌がそうであるように光りすぎない金属感を目指してグレーサフの上から直接シルバーの色を塗装してあります。メタリックの塗装、キラキラ感だったり金属感が欲しい時には下地に黒を、キラキラ感、金属感を抑えたい時には下地にグレーや白を敷くといいんですが、ひょっとするとこれも塗装表現の一つかもしれませんね。今回使ったシルバーに限らずメタリック色であれば一般的にこの下地の効果は現れてくるので、例えばグレーサフの上にチタンゴールドを塗装すると夜間のあの色、きつね色っぽいゴールド色ができるんですが、これも表面処理として意味のある色で、なおかつ味のある色なので、今回はブレーキ部品をこの色で塗装してみました。さて、もう一方の金属調塗装、こちらは打って変わって金属光沢を見せる塗装表現です。金属光沢を生かすために下地には光沢の黒を塗装し、
その上にガイアプレミアムミラークロームを慎重に塗装していって、多少透けるような状態で塗装を完了します。すると透けた黒色が影をより暗く見せてくれるおかげで、ハイライトの金属光沢がすっきり鋭く見えるようになります。メッキやメッキ調塗料だとわざとらしすぎる、通常のメタリック塗装だと粒子感がちょっと気になるっていうような場合に、その間のちょうどいいところを狙える塗装表現なので重宝しています。今回写真周りではエキゾーストパイプからマフラーまでのシルバー指定の部分をこの方法で塗装してあります。黒の平滑具合、光沢具合が仕上がりに大きく影響するため、基本的にはツルツルの黒下地を作ることと、プレミアムミラークロームの上から保護のクリアを塗装すると質感が変わってしまうこと、この2点がこの塗装をする上で注意しないといけない点です。特に後者、塗装後に触れるとシルバー層が色抜けを起こしてしまうため、取り扱いに注意が必要です。個人的にはこの塗り方、ガンプラのスラスターだったり、いろんなところにポイントで使うので、こういう塗り方に特化した塗料が出てくれると嬉しいなとは思っているんですが、なかなか難しいですかね。はい、そんな感じで写真周りと内装部品、元キットの出来栄えの良さもさることながら、マフラーのワンポイント加工と塗装の一工夫だけで情報量がぐっと増えた感じしませんでしょうか。特に凹凸塗装を行ったパーツと金属調塗装を行ったパーツの質感の差がよく現れていて気持ちいいですね。さて、外装のボディ、改造の参考にしようと22年10月号のモデルも確認したんですが、作例ではエンジンルームの再現などを行っていて、ちょっとこれ主眼じゃないかなという感じだったので、ボディも改造としてはあまり手を入れないことにしました。ボンネット部の通気口っていうんでしょうかね、ここのスリット状のモールドは開口していいようなので、0.15mm 幅のタガネで開口してあります。さて、もちろんボディも塗装に一工夫しようと思います。ボディカラーの白の指定色はミスターカラーの C316、ホワイト FS17875、アイボリー系のホワイトですが、これをポンと塗るだけだとちょっとイメージが違いそうな感じがします。というのも、自動車の白い塗装というか、特に今回のような旧車の場合、塗膜の劣化も相まって少し塗膜にアンバーっぽいニュアンスがあるというか、悪く言っちゃうと独特の黄ばみがある感じがします。今回はこのニュアンスをなんとか再現できないか方法を考えてみました。そこで使用したのが干渉系のパール顔料です。もちろん本来はパール感だったりメタリック感だったりを表現するための色剤ですが、今回はその副次的な効果を活用して黄色のニュアンスを表現してみたいと思います。ここでお勉強のお時間です。干渉系パールはマイカなどの後期材の表面に二酸化チタンなどの透明皮膜をコーティングしたものです。
二酸化チタン被膜の厚さを厳密に管理することで、その表面で特定の波長、つまり特定の色の光だけを反射させることで、ハイライトの光が特定の色味を持つようになっています。一方でパール顔料は半透明なので、パール顔料表面で反射されなかった色の光は顔料を透過して下地の色の見え方に影響を与えます。つまり干渉色パールを塗装すると、下地はパールの色の補色によるということが言えます。今回は下地の黄色みを表現したいので、指定のボディ色にブルー系のパールを重ねてあげる方法をとってみました。実際にサンプルをご覧いただくとこんな感じ。ちょっとカメラだと分かりづらいかもしれませんが、肉眼では満足できるレベルで深みのある黄色みっていうのが表現できています。さて、色は狙い通り出せそうなことは分かったものの、実際にボディの塗装を行おうとすると力不足を感じることになりました。ブツ、ホコリに悩まされたり、思ったようにクリアが平滑にできなかったり、果てには少し前に SNS で話題になっていた塗料が青緑になる現象まで発生して、本当に心が折れるかなと思いましたが、なんとか満足できるクオリティで塗装ができたかなと思います。今回大面積を平滑に塗装できるようにと思ってノズル系 Phi0.5 のエアブラシを導入したんですが、元のエア圧が足りない感じがしたので、そこはもう少し考えてあげないといけないかなと感じました。塗料が青緑になる現象については1年前ぐらいに購入したシンナーだけで発生したので、 SNS 上でいろいろ検討されているように酸化劣化による酸の生成が影響しているようです。これは以後取り扱い注意ですね。またマクラーレンセナの時と違ってボディ部品の中に塗り分けが多く、ここも難しかったポイントでしょうか。ガーニッシュ周りの塗り分けは特にシビアだった印象です。このマスキングも一筋縄ではいかず、マスキングの跡が残ってしまう問題が発生しました。磨き出しで修正しようとしたものの、跡は結構な深さでへこんでいるようで、綺麗に消すのが非常に大変でした。これはいろいろ考えたんですが、原因がいまいち分からず、何かご存知の方がいらっしゃったらぜひ情報いただけると嬉しいなと思っています。さて、ボディの塗装磨き出しが完了したら残りはもう一歩。前後バンパーやライト周りのパーツ、エンブレム等の装飾パーツも丁寧に仕上げ、組み上げたら完成です。さて、いかがだったでしょうか。全体的に塗装の解説に重きを置いた動画になってしまいましたが、こういうのもいいでしょう。キットの方は狙い通りかっこよく仕上げられたので、ひとまず良かったかなと思っています。それと勉強になる部分がやっぱり多かったですね。設備だったり塗料、工程の組み方で見直さなきゃいけないなっていう部分が多く見えたので、
次以降の作品に反映できたらなと思います。そんなわけで今回の動画面白かった、参考になったなど、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると大変嬉しいです。それでは次回もよろしくお願いします。